皆さんこんにちは、えみです。皆さんはこの漢字、何と読むか知っていますか？そうです。勝つと読みますよね。そしてこの漢字、どんな言葉に使われているか、ちょっと思い出してみてください。例えば、活動、活躍、生活などがありますよね。そして、〇〇活という言葉、聞いたことがあるでしょうか？〇〇にはいろいろな言葉が入ります。例えば、就活、婚活、腸活などです。聞いたことがある人もいると思います。今日はこの〇〇活という言葉についてお話しします。今ではいろいろな言葉がありますが、一番最初に生まれたのは就活という言葉で1999年頃のことだそうです。なので結構前になりますよね。就活というのは就職活動のこと、仕事を探す活動という意味です。それまでは普通に就職活動を頑張っていますなどと言っていましたが、それ以来就活頑張っていますというようになりました。そして2007年頃、婚活という言葉が生まれました。婚活の婚は結婚の婚。これは結婚するために活動することです。結婚するための活動ってどんな活動だと思いますか？自然に出会いを待つのではなく、パーティーに参加したり、アプリで相手を探したり、積極的に自分から動いて結婚相手を探すことを言います。最近は普通に婚活始めたの、婚活頑張ってるの、とみんな使うようになりました。その後もこの〇〇活という言葉はどんどん増えていっています。最近では腸活という言葉を雑誌などでよく見かけます。腸というのは内臓、お腹の腸です。つまり健康のために腸内環境を整えることを腸活と言います。どんなことがお腹にいいと思いますか？ヨーグルトを食べたり、野菜や果物をたくさん食べたりすることです。他に推し活という言葉もあります。推すというのは一押しなどの推しなので、勧める、推薦するということです。つまり推し活というのは推しのための生活です。どんな活動って思った人もいると思います。推し活というのはお気に入りのアイドルやアニメのキャラクターなどに情熱を注いで応援する活動のことなんです。どんな活動かというと、ライブに行ったりグッズを買ったりするんだそうです。でね、ただ好きっていうのと推し活の違いは、好きは自分の気持ちだけど、推し活は好きだから他の人に勧めるという行動なんです。もしかするとこれを聞いてくれている人の中に推し活をしている人いるかもしれないですね。他にもオタ活、これはオタクの活動をすること。眠活、これは良い睡眠をとるために工夫すること。温活は健康でいるために体温を上げること。涙活は意識して涙を流してストレスも流そうという活動。ソロ活は何でも一人で楽しむこと。友活は友達を作るために活動することなどがあります。皆さんが今までにしたことがある活動はありますか？私は眠活をしたことがあります。そして体温が低いので温活をしなければならないと思っています。あと腸活も体に良さそうですよね。
でも怠けてしまってなかなか始められません。友達を作るための友活もいいなと思っています。皆さんはどうでしょうか？何かしたことがある人、している人はいますか？いたらどんなことをしているのか、経験談をコメントで教えてください。同じ活動をしている人がいたら励みにもなりますよね。ということで今日は〇〇活という言葉についてお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまたね。